さて今回はですね、ネットを結構騒がせている楽曲24 Lights について、提供いただいた歌詞をもとにちょっと深く話していこうかなと。いや、この曲本当にすごいんですよ。なんか一部ではもう仮想現実の新しい可能性を描いた画期的な作品だなんて熱狂的な声が上がってて、VR チャットのしかもすごくプライベートな二人きりの空間、ベッドルームが舞台っていうその設定からしても引き込まれますよね。その画期的と、一部で言われている歌詞、目通させていただきました。正直に申し上げますと、かなり強い衝撃というか、はっきり言って明確な不快感を覚えましたね。これほど、露骨とも言える内容が、どうしてこれだけの注目を集めて、一部では熱狂まで生むのか、その理由を今回は、そうですね、両方のかなり極端な視点から探っていければなと、思います。まずですね、この曲を絶賛している人たちが注目しているのが、やっぱりその圧倒的な没入感の描写なんですよ。VR ゴーグル越しの視界とか、あなたの操作がバイブで伝わる。このバイブっていうのはコントローラーの振動のことでしょうね。さらに、オーディオソースは前儀声だけとか、テクスチャーも濡れた肌に、みたいな。仮想空間なのに、まるで本当にそこにいるかのような、なんか生々しい感覚が、支持してる人たちにはもうたまらない魅力みたいなんですよね。その生々しさですね。それがまさに私には、到底受け入れがたい点なんです。よだれが顎を伝うのとか、前儀ながら頼むようにといった描写。芸術性をうんぬん言う前に、あまりにも直接的すぎると言えますか、一部で言われているように、ポルノグラフィーにかなり近いんじゃないかという印象を受けます。これを魅力と感じる感性には、正直ちょっとついていけないですね。いやいや、でもそこがまさに、この曲が踏み込んでる、なんか新しい領域なんだっていう意見もあるわけですよ。単なる描写だけじゃなくて、ちゃんと私で抜いてとか、感じてるのは本物っていう歌詞。これには、バーチャルな関係性の中にも、真実のつながりを求める、なんか切実さみたいな、ある種の純粋な情熱があるんだと、そういう風に解釈してるファンもいるんです。真実のつながりですか？私はむしろ逆の印象ですね。カスタムボディはあなたのためだけ。このカスタムボディ、アバターのことですよね。自由に見た目を変えられる。それをあなたのためだけとして、改変したこの身体でいっぱい気持ちよくしてあげると続く。これってなんか相手を完全に自分の都合のいい、言うならばオブジェクト、ものとして扱ってるように聞こえてしまって、強い抵抗を感じますし、倫理的な危うさすら、覚えますね。でもそれを新しい時代の愛の表現なんだって捉える人もいるわけですよ。ジャスト H な世界。中にいっぱい出してもっと奥までみたいな、かなり直接的な言葉選びも、それがむしろタブーに挑戦する表現の強さ、アートなんだっていう、そういう評価にもつながってるみたいで、特に男の子の初めてをシャチが全部もらってあげるねっていう部分、この大胆さというか過激さが熱狂的な支持を集める、一つの理由なんでしょうね。その大胆さが私にはもう許容できない一線を越えていると感じられるんです。男の子の初めてという言葉からは、やはり未成年への影響も懸念されますし、そもそもこれが本当なの？感じてるのは本物みたいに仮想体験を現実となんかごっちゃにするような表現はですね、依存とか現実逃避を助長しかねない、非常に危険なんじゃないでしょうか。なるほど。そこがまさに新しい時代の感性なのかどうなのかっていう分かれ目なのかもしれないですね。VR シャットっていう特殊な環境だからこそ生まれた表現なんだと擁護する意見はやっぱり強いですよ。いや、感性の問題というよりは、これは倫理観の問題ではないでしょうか。あなたの現実の手が私の中で暴れてるとか、シャチの中で壊れてもっともっとに至ってはですね、なんというか暴力性とか支配的なニュアンスを感じずにはいられないんです。個人的にはもう生理的な嫌悪感すら覚えます。表現の自由にもやはり限度があると思うんですけど。かなり手厳しいですね。ですが、
こうして真っ向から意見が対立するっていうこと自体が、この曲がいかに人々の感情を強く揺さぶるのか、そのとてつもないエネルギーを持ってるっていう証明でもあるわけですよ。ええ、そうですね。これほどまでに強い反発や嫌悪感を、私は含めてですけど、多くの人が感じるそういう内容であるということです。仮想空間での体験とか表現が、私たちの現実の感覚とか倫理観にこれからどういう影響を与えていくのか、ちょっと改めて考えさせられますね。さて、ここまで聞いてくださったあなたは、この歌詞に触れて何を感じましたか？テクノロジーがどんどん進化して、仮想と現実の境界がなんだか曖昧になっていく中で、私たちにとってのリアルとは、そしてつながりとは一体何を意味するんでしょうか？少し立ち止まって考えてみる、そんなきっかけになれば幸いです。